もし、たった1台だけこれぞ生粋のアルファロメオだという車を選べと言われたら、多くのファンが迷わずこの名前を挙げます。アルファロメオ7号。1985年から1992年まで作られた1台のセダンです。セダンと聞いて普通のフォードアネと思ったあなた、この動画を見終わる頃にはその印象はひっくり返っています。7号はただのセダンではありません。エンジンは前、変速機は後ろ、前後の重さがぴったり50対50、心臓には世界で最も美しいと言われた6気筒、そしてレースで鍛えられた足回り。なぜこの1台が最後の純血アルファと呼ばれ、40年経った今も愛され続けるのか。歴史、設計思想、エンジン、シャシー、レース、そして中古相場までたっぷり20分じっくり解説していきます。ちなみにイタリア車ってすぐ壊れるんでしょうという声も聞こえてきそうですが、その話も後半でちゃんとします。では行ってみましょう。まずは生い立ちから。7号がデビューしたのは1985年5月17日。実はこの年、アルファロメオは創立75周年を迎えていました。1910年の創業からちょうど75年。その記念すべき節目に合わせて名付けられたのが、そのまま7号というわけです。社名が記念の年そのまま。ネーミング会議は5分で終わったんじゃないかと思うくらい潔い。でも、このシンプルさが40年後にじわじわ効いてくるんですね。7号は先代のジュリエッタの後継として登場しました。デザインを手掛けたのはチェントロスティーレのエルマンのクレッソーに。開発コードは K1。特徴は何といっても鋭く尖ったくさび型のボディです。角張った大きなヘッドライトと逆台形のグリル。当時のヨーロピアンコンパクトエグゼクティブらしいシャープな佇まいでした。そしてここが大事なところ。7号はアルファロメオがフィアットの傘下に入る直前に発表された最後のモデルなんです。1986年の11月、アルファはフィアットに吸収されました。つまり7号は独立した会社としてのアルファが世に送り出した最後の1台。北米ではミラノという名前で売られ、V6 には183馬力のミラノベルデという設定もありました。商業的にも成功して、生産期間を通じておよそ38万7000台。最初の3年だけで23万台以上を売っています。決してマニアだけの車ではなかった。では、なぜ最後の純血なのか。縦置きの FR、後ろに置いた変速機、そしてディオン式のリアサス。この独立時代のアルファが磨き上げてきた技術の血統を丸ごと受け継いだ最後の量産車がこの7号だからです。次の1号からはフィアット由来の前輪駆動へと変わっていく。だから7号は一つの時代の締めくくりなんですね。その血統をもう少し遡ってみましょう。キーワードはトランスアクスルという言葉です。話は1950年代 F1 にまで遡ります。アルファロメオの F1 マシン、キーポ1号はチト159、通称アルフェッタ。このマシンがエンジンを前に積みながら変速機を後ろに置くという独特のレイアウトで初期の F1 で王座に輝きました。その F1 譲りの考え方を1972年市販セダンのアルフェッタに持ち込みます。やがて GTV6 や上級セダンの90へと広がり、その全ての集大成にして最終進化型が1985年の7号だったわけです。狙いははっきりしています。まず前後の重量配分をほぼ50対50にすること。重い変速機を後ろに移すことで車全体のバランスを整える。さらに重いものを車体の中央寄りに集めることで回答性、つまり曲がり始めの反応を鋭くする。低い重心と合わせてセダンなのにスポーツカーのように動く。これが目標でした。面白いのはこれをお金がない中でやってのけたこと。当時のアルファは経営的にかなり厳しい状況でした。新型を一から作る予算はない。そこで技術者たちはジュリエッタやアルフェッタの機構を賢く流用してこの7号を仕立て上げた。まさにお金がないなら知恵を出せ、オチで言った車なんです。ちなみにこの時期は K1 つまり7号と K2 つまり5の90が並行して開発されていました。K2 にはベルトーネのマルチェロガンディーニも関わっていたと言われます。前回りはトーションバー、後ろはあえてコストのかかるディオン式、リアブレーキは車体の内側に配置。コストより走りを優先した設計思想が隅々まで貫かれています。さて
その7号、エンジンのラインナップがとにかく豊富でした。一番下は 1.6 リッター、アルファ電動のツインカム4気筒にキャブレターを組み合わせておよそ110馬力、その上に 1.8 リッターで約120馬力、さらに 2.0 リッターのツインカムが約128馬力。この辺りが自然吸気4気筒の顔ぶれです。そしてここで歴史が動きます。 1.8 リッターターボ約155馬力、これ量産アルファロメオとして初めてターボを積んだモデルなんです。続いて主役級が 2.0 ツインスパーク、1気筒あたりプラグ2本という凝った作りで約145から148馬力。これは後ほどたっぷり解説します。そして頂点が V6 勢 2.5 リッターで約156馬力、3.0 リッターでは約188から192馬力なきブッソ V6 です。これも後でじっくり。他にヨーロッパ向けには VM 製のターボディーゼルも用意されていました。ラインナップが豊富すぎる。イタリアンレストランでメニューを見て全部美味しそうで決められないとなるあの感覚に近いですね。年式の流れも押さえておきましょう。1985年に発表、翌86年に 1.8 ターボを追加、87年に 2.0 ツインスパークが登場。そして1988年レースのターボ係数の変更に合わせて改良が入り、内外装もマイナーチェンジ。ここからがいわゆる後期型です。この後期にはキャブレターだった 1.8 が燃料噴射に切り替わるなど着実に熟成されていきました。ではお待ちかね、ツインスパークの話です。名前の通りツイン、つまり2つのスパーク、点火、1つのシリンダーにスパークプラグを2本対称に配置してほぼ同時に火花を飛ばす仕組みです。プラグが2本あると何がいいのか、火炎が中心から素早く、そして均一に広がっていく。その結果燃え残りが少なくなって燃焼がより完全に近づきます。これがもたらすメリットはなかなか豪華です。熱効率が上がり、薄い混合機でも燃やせる。排出ガスもきれいになり、ノッキングにも強くなる。当時としては高い燃焼圧を実現していて、その効率の高さが数字にも表れていました。新しい発想だと思われがちですが、実はこの二重点火、ルーツはとても古い。遡ると1914年のグランプリカー、そして1960年代のレーシングカー GTA や TZ でも使われた由緒あるレース技術なんです。それを1980年代に市販車の性能向上と厳しくなる排ガス規制への答えとして復活させた。そして7号のここが一番の見どころ。1987年の 2.0 ツインスパークは量産のロードカーとして世界で初めて可変バルブタイミングを採用したモデルなんです。油圧とヘリカルスプラインを使ったバリエーターという機構が吸気カムのタイミングをおよそ25度ずらす。エンジンの回転が1500から2000回転あたりに達すると作動して、低い回転でのトルクと高回転での伸び、その両方をうまく成立させる。プラグ2本に電子制御の燃料噴射、そして可変バルブタイミング。1987年のセダンに積むにはちょっと未来を先取りしすぎではと言いたくなる中身なんです。さあ、この動画のクライマックスの一つ、ブッソ V6 です。この名前は設計者の名前から来ています。ジュゼッペ・ブッソ。もともとフェラーリで初期の V12 コロンボエンジンの開発に関わっていた筋金入りの技術者です。そのブッソが手掛けたのが60度の V6、バンクごとにカムシャフト1本の SOHC12 バルブ、アルミ製。最初に世に出たのは1979年のアルファ6、そして1980年の GTV6 でその名を一気に高めました。7号ではこれを 2.5 リッターで約156馬力、そして 3.0 リッターで約190馬力ほど積みました。このエンジン、性能もさることながらとにかく音が語り草でした。その官能的なサウンドからついた異名がアレーゼのバイオリン。工場のあった町の名前ですね。2011年にはイギリスの権威ある雑誌が史上最も官能的な音を奏でた6気筒ロードエンジンだと評したほどです。ではなぜ美しいとまで言われるのか。一つはその造形。一視聴に整えられた吸気管がまるで作品のように並んでいる。エンジンカバーで機械を隠すのではなく、むしろ堂々と見せる、そういう設計思想でした。そしてもう一つが走らせた時の表情。4000回転を超えたあたりから音がただの作動音から
演奏へと変わっていく。数字ではなく感覚を設計する旧清き時代の技術者の美学がそのまま形になったエンジンなんです。この V6 はその後も進化を続け 3.2 リッターまで拡大し24バルブ化され、最終的に2005年まで作られました。そして少し切ない話を、最後のエンジンが作られたその数日後に生みの親であるブッソ本人がこの世を去っています。まるで自分のエンジンの最後を見届けたかのように、ここからは図を見ながら7号の走りの秘密に踏み込みます。まずは左トランスアクスルから。普通の FR 車はエンジンのすぐ後ろに変速機がくっついています。ところが7号は違う。エンジンは前でもクラッチと5速マニュアル、そしてデフをまとめて後ろの車軸に置いているんです。前のエンジンと後ろの変速機は2つに分割されたプロペラシャフトでつながれている。このシャフト、間にゴムのような男性のドーナツ継ぎ手を挟んで振動を抑える工夫がされています。こうすることで重い変速機分の重さが後ろに移り、前後がほぼ50対50に中央に重さが集まるので、旋回はとても中立的でコントロールしやすくなります。続いて右ディオーン式リアサスペンション。これがまた凝っている。左右のタイヤを頑丈な一本の合成チューブでつなぐ。一方で重いデフは車軸ではなく車体側に固定してしまう。さらにブレーキもタイヤの内側デフの隣に配置する、いわゆるインボード。なぜこんな面倒なことを？理由はバネカの軽さです。デフとブレーキを車体側に移すことでタイヤと一緒に上下するバネカの重さが昔ながらの車軸式のおよそ半分になる。バネカが軽いと路面への追衝が良くなり、乗り心地も接地感も高まる。しかも路面に対するタイヤの角度がほとんど変わらない。だから安定している。もちろん完璧ではありません。トランスアクスルは変速機が運転席から遠い分、シフトの感触が正直に言うとちょっと今どこに入ってるとなる瞬間があります。構造も複雑で整備にも手間がかかる。でもそのちょっと不器用なところも含めて愛おしい。これが7号乗りの共通見解だったりします。さて走りの DNA は当然サーキットでも試されます。7号はレースで活躍した GTV6 の後継としてツーリングカーの世界へと送り込まれました。時代の流れは自然吸気からターボへ。そこで生まれたのが7号ターボエボルツヨーネ。これはグループ A というカテゴリーで戦うための公認、いわゆるホモロゲーション用に作られた特別なモデルです。規定を満たすため 1.8 ターボをベースに市販車を500台生産、車体を補強し張り出したフェンダーやエアロで武装したいかつい1台でした。面白いのは交渉の出力は標準のターボと同じ約155馬力にあえて抑えられていたこと。実際の最高出力はもっと高かったと言われています。大人の事情というやつですね。1987年7号は世界ツーリングカー選手権 WTCC に参戦します。相手はあの強豪 BMW の M3 やフォードのシエラ。結果は正直苦戦でした。ただ開幕戦だけは勝っています。というのも前を走っていた上位6台がまとめて失格になったんです。その結果繰り上がりでなんと優勝。勝ちは勝ちです。記録にはしっかり優勝と残ります。胸を張っていいのか微妙なラインではありますが、その後も戦いは続きます。1988年にはイタリアのスーパーツーリズモ選手権でチャンピオンを獲得。335馬力の IMSA 仕様のエボルツヨーネも投入されました。そして公道の耐久ラリージロでイタリアでは1988年と89年になんと1位に3位を独占。ドライバーには F1 やラリーで名を馳せた名手たちがずらり。サーキットでは苦労した7号もこういう舞台ではしっかり底力を見せたわけです。では7号は同じ時代のライバルたちと比べてどんな立ち位置だったのか。比較するのはこの3台です。まず優等生の代表格 BMW の3シリーズ E30。オーソドックスな FR レイアウトに名機と名高い直列6機と全てが精密で破綻がない。まさに万能の学級委員タイプ。次にメルセデス・ベンツの 190E。量産車で初めて本格的なマルチリンクのリアサスを採用した堅牢な車です。質実剛健で
作り込みも一級品。中にはコスワースが手掛けた 2.316 というジャジャ馬もいました。そしてランチアのテーマ、これは実用ハッチ由来の前輪駆動で少し毛色が違います。ただし上級版の832にはなんとフェラーリの V8 が乗っていた。実用性の中に一発の魔法を隠していた1台です。さてその中での7号、縦置き FR にトランスアクスル、そしてディオン式、この組み合わせがもたらす操縦バランスと車との対話性で独自の存在感を放っていました。正直に言えば完成度や信頼性では E30 や 190E に軍配が上がります。あちらは優等生ですから。でも7号が選ばれる理由はそこじゃない。例えるなら BMW とメルセデスが成績優秀な学級委員だとしたら、アルファ7号は成績にはムラがあるけれど文化祭で一番上を盛り上げるあのタイプ、数字ではなく味で選ばれる車なんです。では現実的な話、今7号を手に入れるとしたらどうなのか。長い間7号はどちらかというと過小評価されてきました。ところが2025年に迎えた40周年をきっかけにじわじわと再評価が進み、相場は上昇傾向にあります。大体の目安を海外市場の概算で見てみましょう。あくまでイメージです。状態の良い4気筒やツインスパークなら比較的手が届く価格帯、極上の V6 になるとぐっと上がってきます。そして希少なターボエボルツィオーネは完全にコレクター価格。ここは別世界です。なぜか血が下支えされるのか。フィアット統合前の最後の生粋アルファであること、あの物騒 V6 を詰めること、そしてエボなら競技での来歴、これらが7号という名前に重みを与えています。もちろん良いことばかりではありません。維持のポイントも正直にお話しします。ツインスパークならタイミングベルトとあのバリエーターのケア、物騒 V6 も定期的な整備が前提です。信頼性は率直に言って気を抜けません。トランスアクスルのあのゴムのドーナツ継ぎ手やリアの柔らかいジョイントも経年で傷みます。他にも電装系、そしてサビ、インボードブレーキは整備にも一手間かかります。イタリア車は手がかかる。これは半分は本当です。でも手のかかる子ほど可愛い。これも本当なんですよね。大事なのは状態のいい個体をきちんとした整備履歴付きで信頼できる専門店から手に入れること、ここにつきます。では買うならどれか、万能で選ぶなら 2.0 ツインスパーク。実用と楽しさのバランスが一番いい。まずこれ。官能で選ぶなら 3.0 の V6。あの歌声を毎日味わえる幸せは何者にも代え難い。そして投資として狙うならターボやエボルツィオーネ。希少性と来歴で将来性を見込むならこちらです。最後はあなたの財布とよくご相談ください。最後に7号が残したものを見届けましょう。7号の設計思想はその後どうなったのか。7号、155、156、159と系譜をたどります。7号は縦置き FR にトランスアクスル、ディオン式、純血の骨格。続く155で駆動方式はついに前輪駆動へと変わります。フィアットのプラットフォームの上に乗るわけですね。ただ走りへのこだわりは死んでいなかった。155の V6 機はなんと DTM を制覇しています。そして156、前輪駆動でありながらあの官能的なデザインと走りでブランドを見事に復活させました。159は質感も安全性も大きく向上した。ただその分車体はだいぶ重くなってしまった。ここで面白い話を。159のオーナーが初めて7号に乗ると何を感じるか。まず圧倒的な軽さ、そしてステアリングの嘘のないダイレクトさ、後輪駆動とディオン式がもたらすリアがしっかり仕事をしている感覚、電子制御に覆い隠されていないエンジンの生々しい呼吸筒と、つまり7号は現代の車が快適さと引き換えに手放してしまった機械との性の対話を思い出させてくれるんです。なぜ7号は今なお評価されるのか。答えはシンプルです。この車はスペックの数字ではなく感覚を設計していたから。手で触れられる機械の美しさ、50対50が生み出す車との対話、そして物騒の歌声、それらは40年経った今も全く色あせていません。だからこそ私たちはこう呼ぶんです。アルファロメオ7号は
最後の純血アルファである。と、最後まで見てくださって、ありがとうございました。うちの7号の話も聞いてくれ、この解説は違うぞ。そんなご意見があれば、ぜひコメントで気に入っていただけたら、高評価とチャンネル登録もそっと押していただけると嬉しいです。それでは、また次の一台でお会いしましょう。アルファロメオで夜のドライブ、信号と出るランプと限定カフェラテ、アスファルトが光り出す夜、今日はあなたのベッドで丸くなってる、エアコンがうるさくてあなたの寝顔をじっと見てるね。神様、この時間がずっと続けば